こんにちは。日本語教師の鈴木です。今日の日本語の勉強、楽しく進めていきましょう。今日のレッスンです。一本の藁、1の5です。1、ストーリーを聞きます。2、キーワードと文法を勉強します。今日の文法は、何々しておきます。あげます、もらいます。など学んでいきます。3、復習クイズです。4、シャドーイングです。一緒に頑張りましょう。このお話と語彙リストをダウンロードできます。ぜひ使ってみてください。前回までのお話です。一人ぼっちの若者はお寺に行きました。若者はお坊さんに、私は運が悪いです。長い間何も食べていません。と言いました。そしてずっと観音様にお願いしています。今日はこの7行を勉強していきます。よく使う文法ポイントもあります。ぜひ最後まで見てください。では今日のお話を聞いていきましょう。お坊さんたちはそこで相談しました。困りましたね。そのまま放っておけません。若者は観音様にお願いしています。だから、せめて食べ物をあげましょう。そう言ってみんなで順番に食べ物を持っていきました。若者はそれをもらって食べました。そしてずっと同じところで一生懸命お祈りをしました。どうでしたか？それでは文法のポイントと言葉を勉強していきましょう。お坊さんたちはそこで相談しました。お坊さんです。お坊さんたちは一人ではありません。二人以上ですね。ですので、お坊さんたち、何人かいます。そこで相談しました。相談しますは、みんなでどうしましょうかとお話をすることです。困りましたね。困りました。例えば、電話したいです。でも、スマホのバッテリーがありません。困りました。ショッピングモールで子供が泣いてしまって動きません。困りました。仕事をしていますが、パソコンがうまく動きません。困りました。友達が喧嘩して話しません。困りました。こんな時、何か問題が起きて、どうしたらいいかわかりません。困りました。そのまま放っておけません。放っておく。放っておきます。この文法を見てみましょう。何々ておきます。てフォームおきます。二つの意味があります。一つ目、準備です。二つ目、効果が続いたり、放置する、そのままにしておくことです。一つ目、準備。後ですることのために
準備することです。例えば、8月に旅行に行きます。チケットを買っておきます。今晩、パーティーがあります。ビールを冷蔵庫に入れておきます。明日、台風が来ます。いろいろ準備しておきます。二つ目は、効果が続くこと、またはそのままにすることです。今日は暑いです。エアコンをつけておきます。最近、日本の夏はとても暑いので、出かけるとき、例えば犬や猫がうちにいる方はエアコンをつけておきます。そして出かけることが多いです。ておきます。よく会話で使います。会話で聞くときにておきますは、このておきますのいが取れて、ときますと話すことが多いです。ておきます。ときます。例えば、準備しておきます。準備しときます。準備しときました。そんな風に話すことも多いです。そして、準備しておきます。これお願いするときは、準備しておいてください。準備しておいてください。ですが、話すとき、準備しといてください。ということもよくあります。例えば、買っておきます。買っときます。買っときました。お願いするときには、買っておきます。買っておいてください。買っといてください。ドアを開けておきます。ドアを開けときます。ドアを開けときました。お願いするとき、ドアを開けといてください。そんな風に使います。両手でたくさん荷物を持っていますね。自分でドアを開けることができません。ですから、ドア開けといて。そんな風に使います。そのまま放っておけません。放っておけません。放っておきますと、できませんという意味です。放っておきます。これも話すときは、ほっときます。で、この時ですね、ほっときますのうも取れて、ほっときます。ほっときました。そんな風に使うことが多いです。日本のドラマやアニメ、漫画などで、ほっといてという言葉を聞いたことがある方もいるかもしれません。若者は観音様にお願いしています。若者です。観音様です。観音様にお願いします。お願いします。若者は観音様にお願いしています。だから、せめて
食べ物をあげましょう。あげます。お坊さんです。若者です。食べ物です。お坊さんは若者に食べ物をあげます。そう言ってみんなで順番に食べ物を持っていきました。順番には、今日は一番目のお坊さん、そして次の日は二番目のお坊さん、その次の日は三番目のお坊さん、その次の日は四番目のお坊さん、みんなで順番に食べ物を持っていきました。若者はそれをもらって食べました。さっき勉強したあげます。お坊さんは若者に食べ物をあげます。主語はお坊さんです。お坊さんは若者に食べ物をあげます。若者はお坊さんに食べ物をもらいます。主語は若者です。若者はお坊さんに食べ物をもらいます。若者はそれ、食べ物のことです。若者はそれをもらって食べました。そしてずっと同じところで一生懸命お祈りをしました。一生懸命、例えば、もうすぐテストです。一生懸命勉強します。マラソンに出ます。一生懸命走ります。仕事がとても忙しいです。一生懸命働きます。もうすぐバスケットの試合があります。一生懸命練習します。そんな風に使います。若者はずっと同じところで一生懸命お祈りをしました。では、クイズです。手、置きます。準備します。そのままにします。8月に旅行に行きます。チケットを買います。はい、どうぞ。チケットを買っておきます。今晩、パーティーがあります。ビールを冷蔵庫に入れます。はい、どうぞ。ビールを冷蔵庫に入れておきます。明日、台風が来ます。いろいろ準備します。はい、どうぞ。いろいろ準備しておきます。今日は暑いです。エアコンをつけます。はい、どうぞ。エアコンをつけておきます。A は B に
あげました。B は A にをもらいました。お坊さんは若者に食べ物を1、あげました。2、もらいました。どちらでしょうか？正解は1、お坊さんは若者に食べ物をあげました。若者はお坊さんに食べ物を1、あげました。2、もらいました。どちらでしょうか？正解は2、若者はお坊さんに食べ物をもらいました。山川さんは田中さんにプレゼントを1、あげました。2、もらいました。どちらでしょうか？正解は2、山川さんは田中さんにプレゼントをもらいました。私は母に花を1、あげました。2、もらいました。どちらでしょうか？正解は1、私は母に花をあげました。文法や言葉の意味を勉強したところで、最後にシャドーイングを練習してみましょう。声に出して話してみると、言葉が自分の耳からまた聞こえてきます。とてもいい練習なので一緒にやってみてください。お坊さんたちはそこで相談しました。困りましたね。そのまま放っておけません。若者は観音様にお願いしています。だから、せめて食べ物をあげましょう。そう言ってみんなで順番に食べ物を持っていきました。若者はそれをもらって食べました。そしてずっと同じところで一生懸命お祈りをしました。はい、お疲れ様でした。どうでしたか？シャドーイング、リスニング、上手になるために繰り返し何度も何度も聞いて話す練習をしてみてくださいね。またこの続きもお楽しみに。最後まで見てくださってありがとうございました。